私のルアーボックスは貧弱だった。ボックスの中はほぼハンドメイドルアー。ルアーの種類も偏っている。自分が悪いだけじゃねえか。理由は単純。ハンドメイドルアーがワクワクするから。市販ルアーで唯一入っているのはメタルバイブ。ただこれも底調査用で魚を釣るために使っていない。ハンルアーも使え。ワクワクが優先です。だから魚釣れねえんだよ。そうですね。市販ルアーでもワクワクして魚が釣れるルアーなら使いますよ。カーゲロウ 124F みたいにね。やっと買えました。こまめに仕事サボって釣り具屋行ってよかったです。仕事しろ。なくすのが怖くて使えない。買った意味ねえじゃねえか。次に使えるか分かりません。人気ルアーだと予備を持ってないと不安なんです。そんじゃ数年眠らすだけだな。そう思うでしょう。なんだよ。同等のルアー作れば良いんですよ。まずは観察。メガバスのルアーはデザインが良い。置物として飾っとくのもよし。それなら釣りで使ってやれ。形なのか重心なのか大きさなのか、ここに人気で釣れるルアーの秘密が詰まっている。まず目につくのは三角形なボディ形状。この形状で不安定になり揺らぎアクションが出るのかも。次に背中とお腹の面がはっきりしている。面は抵抗を受けやすいのでレンジキープに役立ってるのかも。重心はセンターにありそう。重りの位置はフックに古文を考慮して配置されている。あとは各所のサイズを測っていく。横は約16ミリ。縦の一番高そうな箇所は約21ミリ。これでインスパイアする内容は決まった。そして作るルアーの設計をしました。形結構違わねえか。はい、コピー品が欲しいわけではありません。インスパイアです。うるせえよ。元のルアーにリスペクトを持ちオリジナルにします。そうじゃないとダイソーのジムヘッドアームみたいに誰かに怒られます。お前は誰かに怒られろ。形を真似するのは簡単ですが、この形状にしたのは意味があります。ハンドメイドルアーで固定重心の場合に複雑な形状はキャストですごくぶれやすいです。そうなのか。はい、空気の流れの問題なのか形が複雑だといきなりカーブしたりします。動きはお腹を出っ張らした方が良くなると思いますが、重心移動を搭載しないと気持ちの良いルアーになりません。今回は動きの部分を若干捨て総合的に気持ちが良いルアーを意識してます。あとはリップを短めにしてカゲロウよりシャローレンジを狙ってます。リップを短くすると泳がない未来がありそうだな。そう、そんなことはありません。不安じゃねえか。とりあえず設計としては決まったので作っていく。今回はヒノキの角材から作っていきます。なんでだよ。ホームセンターで売ってるプレーナーまでかけてある材料だと欲しい厚さがなかったり最初から反ってたりして結局使えない板の時があります。それなら自分で角材から材料を取った方が良いと考えました。加工が大変すぎるだろ。大丈夫です。ちゃんとバンドソーも買いました。お前全力すぎんだろ。この手の工具は男の憧れなので買ってしまいました。機械を扱うのってワクワクしますよね。どうしてバンドソーにしたんだ。ルアー作る工程を考えた時に直線切りもそこそこできて曲線も切れるのが便利そうだったからです。ですがバンドソーは直線切りでドリフトと言われる刃がブレる現象が発生することもあるらしいので直線切りの精度が出なかったりすることがあるようです。そして板として使うには切っただけでは表面の荒れがそこそこあるようでカンナ掛け、ヤスリ掛け、プレーナー掛けのいずれかは必要みたいです。お前はどうするんだ。そこは気合のカンナ掛けです。もはや板ができるかわからんな。とりあえず組み立てて各種調整をしていきます。調整必要なのか。はい、
ただ組み立てるだけでは性能を発揮できないみたいです。お前にできるのか。組み立てはプラモデルで鍛えてきたので大丈夫だと思います。不安しかない。今回購入したのは SK11 のバンドソーですが、組み立て調整用の工具も付属してました。六角レンチとか家にあった記憶ないので助かります。積まなくてよかったな。最初は足を装備、ここはつけるだけなので簡単。次はテーブルの取り付け、ここは調整が必要になる。単純に取り付けるだけだと刃と直角が出ないみたいなので、刃と直角になるように調整する必要がある。調整しないとどうなるんだ。テーブルと木材を合わせて切ると斜めに切れることになります。これは結構な問題なので慎重に調整します。調整はテーブルを取り付け、テーブルについているネジを回しながら刃と直角になる位置で固定します。刃とテーブルに差し金を当て直角の位置を出しました。最後に目安用の印を調整して完了です。最後は刃の回転周りの調整です。この辺りは出荷状態でほぼ基準値だったので動画では省略します。めんどくなっただけだろ。そんなことはありません。こんな感じでやっと動作確認まできました。電源を入れてみます。問題なく動きました。電動工具はワンミスで大怪我につながるので気をつけて使っていきます。ちなみに音は約70デシベル、結構うるせえです。夜には使えない工具です。近い音の大きさは前回の掃除機です。それはマジうるせえな。適当な木材で試し切りします。最初だからか切った断面は黒くなりました。切った表面も予想通り、このままではルアーに使えない粗さです。ただ直線切りの精度は結構出ているので、木材ブロックからの材料切り出しには十分使えます。これで今後は木材ブロック買えば材料を取り出せます。それでは材料を取り出していきます。まずは欲しい厚さより 1mm は大きく材料を切り出します。今回は 8mm の板が欲しいので 9mm ぐらいで切ります。このバンドソーは木の種類によりますが、厚さが 90mm まで切れる性能です。ですが今切っている 80mm のヒノキでかなりドリフトしてます。早速ミスってんじゃねえか。実際に試さないとわからないこともあります。ヒノキを安定して切るには最大性能の半分 45mm 前後が良さそうです。材料を切り出したらカンナ掛けをします。板の厚さはここで正確に出していきます。正確に出せるのか。はい、このぐらいの大きさならかなり正確に厚さが出せます。手間はかかりますが、こまめに6点の厚さを測ります。そして一番大きい厚さの箇所を削りながら厚さを整えます。最後の面出しは水平が出ている差し金を板に合わせて隙間を見ながら調整します。手間暇かけてるな。1に努力2に努力3子がなくて5に努力努力マン。ラッキーマンネタとか貼りすぎだろ。一通り板ができたら掃除です。ものすごいキリコが出るので掃除嫌いな人は家でバンドソーを使うの禁止です。やっと出来上がった板を使ってルアー作成です。最初は巻いたゲージを使ってリップを作ります。こういうことができるのもバンドソーの良いとこです。付属の巻いたゲージの角度は目安みたいなものなので、使うときは角度計を使い角の角度をちゃんと見た方が良いです。バンドソーはある程度の曲線切りができるので荒削りにも使えます。これで作業効率大幅アップです。お前大量にルアー作ることないけどな。刃と手との距離が近くなるので絶対によそ見はしないようにします。ここでバンドソーの役目は完了です。各種調整にコツはいりますが、とても良い買い物をしました。ただ掃除はマジで大変です。集塵機とか欲しくなります。もはや家でやる規模じゃないな。ここからはいつも通りルアーを作っていきます。
木材の成形が完了です。コーティングしていきます。コーティングはリップの形をなるべく崩さないようにします。リップが上の時に塗料がたまるので、リップをつけないように気をつけながらコーティングしてます。下向きの時は全てつけるので、このやり方でも十分コーティングされます。コーティングが終わり、ヤスリかけまで終わりました。ダーターカップ形状だとヤスリかけが大変です。ですがここで手を抜くと、ルアーのクオリティがものすごく低下します。カップの面出しはナイフで削ったり、細いヤスリで削ったりして面を出しました。結構大変な作業なので、良い道具がないか検討中の工程です。良い道具があれば教えてください。塗装をしていきます。塗装工程で大事なのが下地塗りですが、隠蔽力が強い塗料を使うので注意が必要です。塗りたくない場所も飛散した塗料で濁ってしまいます。エアブラシの問題なのか、塗料の問題なのか、または塗装台の問題なのか、この飛散塗料問題は未だ解決できません。このままでは仕上がりが汚くなるので、コンパウンドで磨きます。コンパウンドであればエアブラシの境界線を自然に残せます。磨くときはペーパーにコンパウンドを慣らしてから使います。磨くコツは境界線を触らないようにすることです。境界線を磨くと不自然な境界線ができてしまいます。これが磨き終わったものです。磨く前と後でこんなに違います。濁りが取れ、アルミの輝きが戻りました。コンパウンドでの磨きは最後のクリアを吹くまで角色を重ねるタイミングでやっていきます。塗装の濁りでお悩みの方はぜひお試しあれ。お前だけだろうな。完成です。カゲロウ 124F をインスパイアしたルアーの完成です。2回目なんですけどね。昔カゲロウ 100F が買えた時に想像でカゲロウ 124F のインスパイアを作りました。比べてみると形もクオリティも全く違います。調べたら2年前に作っていました。人間成長するもんだな。はい、宇宙に飛ばされて考えることをやめなくてよかったです。それはジョジョニブだろ。昔作ったのは表面がデコボコしてたり、塗装も結構汚いです。昔は塗装後にセルロースでコーティングしていましたが、いつからか塗装は剥げるものの考えに変わり、塗装後の色流れ問題を回避した方が良いとなりました。今の作り方で塗装どんだけ持つんだ。1年以上前に作った塗装後はクリアだけ吹いたルアーを魚釣ったり使い込んだ結果がこちらです。フックが強く当たる箇所やぶつけた箇所の塗装は剥げてますが、以外の箇所は自然に剥がれ落ちることもなく塗装も残ってます。色流れで悩んでる方は塗装後のセルロースでのドブ付けが本当に必要なのか考えてみても良いかもしれません。本題のカゲロウ 124F との比較です。お前が作ったの太ってるな。丸々した魚のが美味しそうでしょう。それとコーティングで2ミリは太くなります。ただ全体的なサイズ感だったり冒頭のインスパイア要素は全て入っています。今回作ったルアーがカゲロウの性能が少しでも出れば嬉しいところです。性能が出なければカゲロウを使うしかないな。いえ、もう一度インスパイアです。もうよいわ。現場に到着。まずはインスパイアルアーから確認する。さすがに普通に泳ぎました。ちゃんとシャローランナーはやってるので普通に使えそうです。巻きでの泳ぎも確認します。
巻きでもちゃんとシャローランナーやってます。ただレンジは思ったより入ってる気がします。カゲロウと同じで20センチは入るかもしれません。ダメじゃねえか。最後は飛距離の確認です。飛行姿勢も悪くなく40から45メートルは飛びます。インスパイアルアーの性能は良さそうです。次はカーゲロウ 124F の確認です。普通に言えや。よく泳ぐけど思ったより感動は少なかった。カゲロウの釣れる秘密はレンジとサイズ感なのか、表層付近のめちゃ弱った小魚に見えているのか、カゲロウだから釣れる秘密が何かしらあるのだろう。動きの比較をしてみる。カゲロウ 124F はボディの中心からオープンロールしてる。インスパイアルアーは頭を軸にオープンロールしている。動きは結構違う感じになっていた。インスパイアだから良いか。同等の性能が欲しいんじゃないのかよ。そうですね。違いがあった方がコピー品っぽくなくて良いじゃないですか。あとは魚に聞いてみるしかありません。最後は飛距離の確認です。気持ちよく飛んでいきました。飛距離は45から50メートルはあります。重心移動の戻りも良いので使いやすさは抜群です。さすがのメガバス。工房に帰ってきました。わえな。私が行く場所で昼のシャローランナーは絶望的なので確認終わったら帰宅ですよ。今回作ったルアーは良さげだと分かったので十分です。ただカゲロウは封印です。なんでだよ。今回作ったルアーを使い込んでみて魚釣れねえなーってなったらカゲロウとの違いを比較したいからです。まともなこと言うじゃねえか。あと私ハンドメイドルアーじゃないと釣りする気起きないので結局使わねえじゃねえか。参考書買うみたいな感覚ですよ。うるせえよ。入手困難なルアーはとりあえず研究用に買います。シャローランナーだとアイザー 125F も大切に取ってあります。使え。アイザー 125F は重心移動の癖が強いので入手困難もあり取っておく方向になりました。そうなのか。各社と差別化を図って飛距離を優先したんだと思いますが、着水後一発ルアーを強めに引っ張らないと重心が確実に戻りません。これは昔のルアーだと普通なんだと思いますが、各社の重心移動の仕組みが進化して使いやすさが上がる中ではかなりデメリットです。高橋祐介推しなのでブルーには頑張ってほしいところです。そんでシャローランナーはなんだかんだいつでも買える合間こももで良いと思いました。飛距離は重量が一番軽いのもあり飛ばないですが、元祖シャローランナーはやはり強いです。釣れる釣れないで言えば普通に釣れるのでなくすことが考えられるルアーではいつでも買えるは一番のメリットです。お前はすぐに作れないルアー作ってるのにな。ルアーを買って釣りするときはいつでも買えないはダメなんです。あのルアーじゃないと釣れないとかだとそのルアーがないと釣りするテンションも下がります。これが人気ルアーをなくすのが怖い理由でもありますね。なのでもう一個カゲロウを変えるまでは今回作ったルアーを使い込んでいきたいと思います。最近は暖かくなってきたのでデイゲーム用ルアーも欲しいところ。次は何を作ろうか。また次回の動画もお楽しみに。